皆さんこんばんは。木曜日、機動戦士ガンダムの時間です。前回はキャノピーの制作ということで、木製とアクリルの2種類のキャノピーを制作しました。僕はどっちがいいのかもう決めかねないと思ってですね、皆さんにどっちがいいかコメントくださいということでね、お伺いしたんですけども、本当にたくさんのコメントありがとうございました。皆さんもね、僕と一緒のように決めかねてるようなねコメントが多々ありました。もうどっちかね、もう確実にダントツにこっちがいいっていう方がね、なかなか少なくてですね、やっぱり皆さんもね、僕と一緒に意見なんだなって思いました。完全固定するわけでもないんで、要所要所で使い分けしていこうかなと思います。今回は尾翼からつながるこのライン上の、これも尾翼の一部なのかな、ちょっとね名称わかんないんですけども、こいつをまだ作り込めてなかったんで、今回作っていきます。これで外装は本当に完全に完成となります。最後にと思ってたコックピット内部の作り込みの制作の動画の中にですね、ちらっと掘り込めばいいかなと思ってたんですけども、いやこいつ手間かかるぞってことでね、今回別の動画としてみました。この動画の次は本当にコアファイター編最終回ということになります。ちょっと寂しい感じもしますけどね、最後までお楽しみください。尾翼パーツですね、こいつは前に製作したものを使っていきます。この変哲もないものなんですけども、僕のこだわりが邪魔をしてハードルの高いものになってます。後半で積層を見せずに、そして一刀彫りしているかのように面も揃えるということをですね、こだわってしまった結果、この R ね、少しただ R なってるものでもね、もう一回作るだけでもうまた作りたくないような代物になるんですよね。どう作ったかが気になる方や、これ作ってみたかったわっていう方、いないと思うんですけども、もしよかったらボリューム19を見てもらえたら、作ってるんでね、見てください。最後にヤスリでサンディングするんですけども、大きな段差はカンナで取っていきます。本当はヤスリで仕上げるんじゃなくてカンナでね仕上げたらいいんですけど、後半をねカンナ仕上げでやれる僕は腕がないですね。できるんかな。サンディングもほどほどにカットしていきます。またこのパーツ1から作り出すことのないようにカットだけは慎重にしていきます。そういえばガンダムを作り始めてからですね、こうやって合板を両面テープで留めて切るなんていうのは、手で押さえられないような小さいものを切るときは本当にね安全なんで真似してみてください。両面テープはケチったらダメですね。粘着力と剥がしやすさは値段と比例しとるような気がします。あれだけの大きさから使うのはほんの一部です。苦労して作った部材も切り取られた方はゴミとなっちゃうんですけども、
まあ苦労した分なんかもったいなくて捨てれずに端材コーナーの肥やしとなっちゃってるんですけどね。他で日の目が当たればいいんですけども。おなじみの秘技、積層一層切りですね。先ほどの切り口に貼っていく部材です。いや、これ実際ものすごく綺麗に組まれているんで、この小口もね、すごい揃ってて綺麗なんですよ。なのでね、ちょっと分かってくれる人なら分かると思うんで、小口見るだけでもね、隠したくないぐらいなんですけども、まあそういうわけにもいかず隠してはいくんですけども、綺麗に貼り終えました。1時間ぐらい放置して余分なところを切っていきます。初めからジャストサイズのものを作って貼り合わせてた方がまあ効率もいいんですけども、貼り合わせて乾かしてからずれてたっていうのがなるとね、悲しいんで、いつもまあ保険としてこのような感じでしています。まあ飲みなんかで余分なところを取ってる時にバリってね取れちゃうとも元も子もないんですけども、サンディングして一つ完成です。美しいでしょう。このね、見えなくなる積層部分の方がね、美しいですよね。かなり綺麗に切れてね、組まれてますね。まあ見えなくなるんですよね、ここ。ボンドとビスで取り付けていきます。タイトボンドですと乾くまでやっぱずれちゃうんで、まあ裏からビスを締めるのであれば、位置を決めるのに瞬間接着剤を使った方が良かったかもしれないですね。しっかり取り付けられました。アニメでも僕の持っとる100分の1のカーファイターでもここは表現されてたんで、これでよしでしょう。こいつ単体で見ると OK は OK なんですけども、
こうコアファイターとの後部とのつながりのところを見てみるとですね、わかりますでしょうか。こうなんて表現したらいいかわかんないんですけども、コアファイター後部からのこの流れがここで切られてね、段差になっているんですよね。それと同時にこの積層部分がまだ見えちゃってるので、これを隠していこうと思います。よく見ると分かっていただけると思うんですけど、尾翼に向けて少し斜めに上がっているんですよね。それとこの屋根になるこの斜めと、あと大きな面ですか、これが重なって、ちっちゃい箇所なんですけど複雑なんですね。どうやって寸法を取ってどうやって切っていったのか、言葉で説明がちょっとできないんで、見ていただいて、理解していただけたらなと思います。一旦このコッパを斜めに切り取ってあげます。左右対称に切り墨を書きました。これね、どう寸法を取ったのか、ちょっと説明もできないと思ったんで、もう動画にせずに、切っていくところを見ていただけたらと思います。まっすぐ切るとこもないですし、物も斜めになっているしで切りにくいですけども、頑張って切ってきました。いやーもうね、部材もちっちゃくてね、もう手で支えきれないんですよね。ノコギリの刃の前に、指を持ってったりしてるんで、危ないんで真似しないでください。なんだかやっぱり危なっかしいでしょ。皆さんは本当に真似しないようにしてくださいね。もうなんかこううまいこと固定して、手を持っていかないようにしてください。いやこれ本当悪い見本ですよね。人差し指切っちゃいそうです。とりあえず何とも言えない形のものが切れました。もう一つも切っていきます。左右対称なんで、またこれもね切りにくいんですよね。良くない見本かもしれないんですけども、ノーカットで見ていただきます。
DIY される方は分かると思うんですけども、こういうのって最初の入りの角度が大事ですね。途中でね、こう角度が変わってきた、直さなきゃってなるともう切れないですよね。やっぱり物をしっかり抑えられてないんで危ないですよね。しかもずーっと人差し指切りそうですしね。これは怒られそうやな、誰かに。なんとか綺麗に切れました。良い子の皆さんは真似しないようにという動画でした。ノコの切り残しや、いらないところをのみで貼っていきます。続いて、のみの横に手を持っていったらダメですよ動画ですね。これも皆さんね、あんまりね、おすすめしません。アムロのセリフにもありましたね。僕だって自信があってやるわけじゃないのに。いや、僕もね、怪我しない自信があってやるわけじゃないんですけどね、やっちゃってるって感じですね。って言うてる間に、綺麗に一つ仕上がりました。左右対称のもう一つも綺麗にさらえていきます。ポイントというか、コツというか、あるとするならば、いつも言っているんですけども、刃物がしっかり切れてるものを使うということですね。研げてるというか、やっぱりね、余計なものをね、余計な力入れちゃうんですよね、切れないと。それが一番危ないと僕は思っているんで、刃物をしっかり研いで切れるものを使うということですね。なんのこっちゃわからん部材ですけども、綺麗にできました。余分な部分を切り取って1つ目のパーツは完成です。もう一つのパーツも作っていきます。これはキャノピーでできた端材で作ってきました。こっちはね、大したことない簡単なパーツです。このパーツと先ほどのパーツをサンディングして取り付けていきます。ヤスリは180番、400番、600番で仕上げました。では早速取り付けていきます。ボンドは安定のタイトボンドですね。ここでやっと危なっかしく切ったものがどうつくのか分かっていただけると思います。
バッチリじゃないでしょうか。後半のね積層を隠すのにね1枚貼るんで、その分少しずらして貼ってます。お次はこの細いパーツですね。これを続きで貼っていきます。まあいいんじゃないでしょうか。片方も貼っていきます。それから積層隠しをやっていきます。普段はここ見えないんですけども、コアブロックで変形した時に見えてくるところですね。もうここまで来たら難しいことはないですね。ただもう丁寧に回せることなくするってことでしょうか。やっぱりこういう細々した作業って暗がり、やっぱ夜が映えますよね。朝をね意識する夜だとそれは窮屈なんですけども、あんまり意識せずね、もう黙々とやる夜ってやっぱ素敵ですよね。こういうことやりだしてから余計夜型になってきましたね。もうちょっとね年とともに次の日はしんどいんですけどね。もう僕朝いらないですね。ずっと夜やったらいいなって思うぐらいです。やっぱこういう時間がいいですね。大方これで完成形が見えてきたんじゃないでしょうか。あとはボンドを乾くのを待ってから、余分なところを削り取って、調整して終わりです。あとはのみでさらえていきます。木の面を逆らってやっぱ取るとバリって裂けちゃうんでね、これだけは気をつけながら取っていきます。
これにて完成です。どうですか？この仕上がり、かなり綺麗にいきました。なんとも言えないいびつな形ですけども、しっかり収まってよかったです。これにてコアファイターの外装は完成ですね。これにて前半戦終了です。後半戦はですね、ちょっと初めの方からずっと気になっていたものがあったので、それを作っていきます。前回のキャノピー作りに、失敗してもいいようにと、薄く削ったものを作ってやったんですけども、失敗せずに1個目で完成できたので、これを使っていきます。そして今から作るもんなんですけども、正直いらないもんです。全然いらないもんです。ただネタみたいなもんですかね。一応というか、僕はずっと最初の頃から気になってて、これは作ろうと思ってたんで、作ることにしました。これ見てね、今これで見て分かる方はかなりのガンダムファンだと思います。何か分かりますかね。とりあえず無造作に切っていきました。もうこれは答えが分かんなかったですね。もうただただ難しいですね。答えがないのが難しいです。正直一番これが難しかったかもしれないです。その作業自体難しいことは何もないんですけども、これはもう芸術っていうやつじゃないでしょうかね。あれをどう合板で表現できるのかと、どう表現するのかっていうところですね。もう結局やっとっても、今完成しとるものを見てもよく分かってないです、自分自身。塗装という逃げがあれば、なんとでもなったのかもしれないんですけども、いきなりこれだけ塗装するっていうわけにもいかず、やっとってもちょっと答えがね、見つからなかったです。なんと言いますか、大きな心で受け止めると言いますか、寛容な心で見守っていただけたらと思います。ランダムに切ったものをランダムに合わせていきます。ランダムに貼り合わせるっていうのは、谷折りになるか山折りになるか、不揃いに揃えていくっていう、なんかおかしいな、日本語が。なんて言うんでしょうか、ランダムに、ただ不揃いに。難しいな、これ。少しあれからパーツを増やしてあるんですけども、うまいことっていうのかな、切れました。一応木目合わせる必要全くないんですけども、合わせるようにつなげていきます。あれをね、この合板でこの1層目だけを見せる、今まで僕のこだわってきた作り方で表現するっていうのは限界があるようですね。もう皆さんお分かりいただけたでしょうか。ガンダムファンなら知っているでしょう。絶対にファンというか見たことある人は分かると思います。分からない人は絶対一生分からないと思います。一応ですね、ボコボコになったあれは、鉄板なんですかね。鉄板をちょっとイメージして作ってます。
あれはね、あれの説明がないんで一体何なのかははっきり分かってないんですけども、鉄でできているでしょう、多分。そんなようなものを、綺麗な鉄の板じゃなくてですね、こうランダムにボッコボコになった鉄のね、板なんですよね、僕が今表現しようとしているものは。いや、普通に考えてね、もうボッコボコにへこんだ鉄板をね、コンパネで表現するなんて、もうこれ本当にものすごいもんできたら、もうこれだけでね、もう芸術ですよね、本当に。こんなもん軽い気持ちでやるもんじゃなかったかなと今後悔してます。とりあえずパズルのように組んでいきます。もっと雑に組んでもよかったようなけど、こう穴は開いてる描写はなかったんで、そこら辺がもう本当に分かんないんですよね。これ1個作っとけばね、これを応用して、背景、ジオラマのなんか岩とかね、簡単に作れますよね。とは言ったもののね、ジオラマまで作る気はないんで、けどガンキャノンが投げた岩ぐらいは作れそうですね。わかりますかね。と言ってる合間に組み上がりました。あとはボンドの乾きを待って、ちょっと微調整して終わりかな。組み上がりました。なんとも言えないですね。なんのかなこれは。ちょっと僕もわかんないです。余分なところをカットしていきます。余分なところっていうのもよくわかんないですけどね。大体で切っていきます。あと手を加えることはないのかなと思ったんですけども、鉄板なんで、合板のこの積層を見えてるのはやっぱ違うのかなと思って、これを埋めていきました。本当に難しいですね。合板でへこんだ鉄板を再現というのは本当にこれは難しい。ここの小口もですね、やっぱり見せると合板っぽいんで隠した方がいいのかなと思って隠しました。別にへこんだ鉄板なんで綺麗に作ることはないんですけども、綺麗になっちゃうんですよね。これ難しいですね、表現が。とりあえずこうするしかないというか、これを信じてやっていきました。本当に塗装ねできたらね、もっとぽくできるんでしょうけどね。合板で鉄をなんてもう本当にね、何回も言うけど、これ芸術作品ですよね。
おっと、このままいくとこれが何なのか説明せずに終わりそうなので、ここで一旦説明しますね。ガンダムを見たことない方は、説明しても何のこっちゃと思われるかと思うんですけども、簡単に言うとガンダムの最終回、ジオンのね基地バウアクーに、アムロ率いる地球連邦軍が、攻め込むんですよね。そこでシャアとアムロ相打ちになってガンダムが破壊されるんです。そこでいろいろあるんですよ。それでその基地からもう脱出しなきゃって時に、たまたまアムロが壊れたガンダム発見するんですね。それを見てアムロがね、また助かるってセリフですよ。わからんか。わからないよね。それは置いといて、とにかくガンダムにドッキングしとるコアファイターに乗って脱出するんですよ。とはいえ、ボロボロになったガンダムの中に内蔵されとるコアファイターも無傷じゃなくて、もう翼も折れてたり、もうキャノピーもないんですよ。そこでこの鉄板の登場なんですよ。このキャノピー代わりに、代わりなのかな、そうでしょうね。この鉄板をね前に引いてね、アムロが脱出してくるんですよね。ガンダム見たことない方もなんとなく分かっていただけたでしょうか。ほんとこれ誰が着目するのみたいなもんなんですけどね、僕はずっと気になってました。これガンプラにもないでしょう。ないよねこれは。そういう代物なんですよね、鉄板。どこまで表現できるか分かんないんですけど、こんな感じで作っていきます。とにかく最終調整していきました。微調整もほどほどに、これで後半の動画も終わります。最後に、前半で作ったものを組んだところを見てもらって、こいつを取り付けたと言いますか、なんでしょう、置いたところを見てもらって、最後にねコアブロックにちゃんとなるんで、コアブロックになったところも見てもらって終わりにしたいと思います。では早速組んでいきます。こいつはね、もう申し分ないいいものができたと思います。いかがでしょうか。このね、統一感、一体化しましたね。すごくいいんじゃないでしょうか。こう見ても複雑なところだったんですけども、うまく収まりました。これ大満足です。これでコアファイターの後部と、機種のつながりも違和感なくつながりました。この尾翼のラインもつながってね、これいいんじゃないでしょうか。美しいですね。
これでね作った2つのキャノピーを装着して見てもらいましょう。いやー、これ一段とまとまりましたね。すごくかっこいいです。この後ろの図面と全く一緒になりました。いやー、これ書いてる時は心配してたんですけどね、同じディティールものができてもうほっとしてます。どうですか皆さん。後ろ姿もやっぱこれねできて引き締まりましたね。違いがあると思います。いやー、かっこいいですね。僕のコアファイター本当に、いやー、満足してます。せっかくなんで透明のアクリルキャノピーもつけてみてもらいましょう。いいっすよね。やっぱこれ決めかねますよね皆さん。これ圧倒的にこっちがいいとかは言えないぐらい良くないでしょうか。いやー、いいですよねこれも。ここで後半に作った鉄板ですね。へこんだ鉄板。これネタとして見てもらえたら OK ですね。これはどうなんでしょう。こんな感じでキャノピー代わりにね覆ってるんですよね。こんな感じです。そう、これがね最終回のシーンですね。これね、アムロ脱出の時にね、こんなジャストフィットする鉄板よう探したっすね。さすがニュータイプってとこですね。絵面ちょっとあれですけど、こんな感じでアムロ脱出してきたんでしょう。どうすかね。ネタですね。これで木製、アクリル、鉄板の3つのキャノピーができました揃いましたね、これで。そして最後にコアブロックを見てもらって終わりにしたいと思います。即席なんですけどコアブロック台を作りました。ケツがね斜めになっているんでね、こう斜めにつけて、これでまっすぐコアファイターが立つように。ではコアブロックに変形させていきます。こいつはコックピット内部作ってから取り付けようと思っとるんで、今回はここで一旦外します。変形の仕方に言葉はいらないですね。一回見てもらいます。
エアインテークも最後の取り付けになるので、今回はないんですが、どうでしょうか。いやー、めっちゃかっこよくないですか。これって展示してもいいですよね。コアファイターとしてじゃなくても。いやー、これかっこいいですよね。いやー、もう本当ドッキングのために作ったんですけども、こいつが見えなくなるのは本当もったいない。本当にそんな思いですね。ドッキングさせたいんでさせるんですけども、いやー、いい。本当にこれいいっすよね。いや、皆さんご一緒に、あれはいいものだ。いやー、いいっすね。本当。ということで、今回いかがだったでしょうか。ちょっとね、後半はちょっと怪しいんですけどね、楽しんでいただけたでしょうか。次の動画は本当にコアファイター編最終回となるかと思います。次ね、コックピットを作って、締めたいと思います。このコアファイターが完成すれば、B パーツとのドッキングライブと、そしてそのまま A パーツ制作、その前にこのコアファイターどこかでね展示できたらなと思ってます。そんな僕の夢に最後まで付き合っていただけたら嬉しいと思います。今回も長い動画になりましたが、最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらいいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまたどこかの木曜日にお会いしましょう。どうもありがとうございました。